どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、フィカス紹介をやりたいと思います。今日何を紹介するのかって言ったらですね、今ね、ちょっとね、ちっちゃくてね、見えないけど、ここにあるんですよ。ドーン！フィカスペティオラリスです。ちょっと葉っぱ見せますね。こんな感じです。どうですか、これ。どうですか、これ。結構上等なものですよね、これ。何が上等かって。そんな話もちょっとしますけど、もう一回ちょっと見てよ、これ。見て、この色とか、形ね。葉っぱの付き方もいいですよ。ここの下にもついてるし、上にも。このサイズ感ですけど、なんかもう出来上がってる感じですよね。そんな感じ。この小さい感じがね、たまんないですよね。大きいペティオラリスもたまに見るんですよ。たまにですよ、本当に。見るんですけど、それもね、めちゃくちゃいいんですけど、でもね、やっぱりね、この開墾植物、コーデックスのフィカスっていうのは、ちっちゃいのが一般的かなと思いますね。原産国はメキシコで、バハカリフォルニア半島なんですよ。アメリカのカリフォルニア州あるじゃないですか。で、あれの南側に繋がってるこのすごい長い半島あるじゃないですか。あそこなんですよ。このコーデックスのフィカス、開墾植物のフィカスとしては、一番有名な代表格。花形ですよね。他にもパルベリーとか、アブチリフォリアとか、そういったものもありますけど、やっぱね、一番有名だし、一番人気あるかな。なんといってもですね、この赤い葉脈？これね、ヒントがあるかな。これね。この葉脈の赤いのが特徴なんですよ。で、この葉っぱの形もね、なんか似てますよね。ウンベラータ。そう。なので、赤ウンベラータなんて呼ばれたりしてるんですよ。最初、赤ウンベラータなんていう品種があるっていうのを知ったとき、僕ね、ちょっとね、すごい興奮したのを覚えてますよね。そんな品種があるんだ、みたいな。で、これなんだけどね、ちょっと前にですね、行ってきましたシリーズの動画で、野原園芸さんっていうところに今行ってきたっていう話で、そこにね、ペティオラリスがあって、買わなかったんだよ、みたいな話をね、したと思うんですけど、あの時のそのペティオラリスがですね、エコグリーンさんのペティオラリスだったんですよ。で、それね、すごく良かったんですよ。で、めちゃくちゃ安かったんだけどね。で、その時もう買いたかったーって思ってたんだよね。で、思ってたんだけど、今回ね、今これね、紹介している、このペティオラリスはですね、花井園芸さんの、ペティオラリスなんだけど、先日ね、尾崎フラワーパークさんにちょっとお邪魔してですね、調達してきたものなんですよ。なんかね、尾崎さん、疲れてたのがね、ちょうどね、その 20% オフセールとかいうやってる時で、多分忙しかったんだと思うんですよね。パルメリーとペティオラリス、全部札間違えてましたね。パルメリーにペティオラリスって貼ってあって、ペティオラリスにパルメリーって貼ってたんですよ。どっちもね、値段一緒だったから、そんな大きな問題はないんでしょうけど、これも値段で、どれあるかな。ここにね、パルメリーって書いてあるんだけどね。これ間違いなく、ペティオラリスで、間違いないと思います。はい。で、さっき言ったね、その野原園芸さんで見つけた、買わなかったペティオラリスよりもですね、葉っぱがね、ちっちゃくてちまちまっとしててね、かなりね、可愛いというかね、もう、なんていうのかな、モデルさんみたいですごい綺麗なペティオラリスですね。ここまでね、綺麗なペティオラリスもね、なかなかね、僕ね、ないと思いますよ。ちょっとね、感激してますね。これめちゃくちゃいいなと思って。なんていうかほら、金星取れてるんですよ。ちゃんとね、未生っぽいんですけど、ピーってちゃんとまっすぐ伸びてて、で、葉っぱの形、みんな葉っぱの形もね、金星取れてて綺麗な葉っぱが、ちっちゃくまとまってる。なんかね、ペティオラリスの成長の話なんだけど、このね、小さい時は、まずね、成長がゆっくりだっていう話ですよ。なんか調べるとですね、鉢をね、大きくしていくとですね、成長のスピードがね、上がっていく、そういう時期がね、あるらしいんですよ。僕はね、まだね、その、ペティオラリスのそういったフェーズにね、立ち会ったことないんで、僕の中ではね、だから成長が遅いフィカスとしての、イメージしかないんですけどね。ただこの感じからね、大きく育つのをね、ちょっと見てみたいなって思ってるんですよ。気長にね、ゆっくり育ててみたいって思うんですけど、曲がりとかね、できたらいいなと思ってるんですよ。そうそう。これのね、さっきも言ったように、そのペティオラリスの大きいのってね、めちゃくちゃかっこいいんですよ。結構レアですよ。大きいのはね。未生のまま大きいサイズのペティオラリスも、確かにね、見たことあるんだけどね、僕がね、すげえかっこいいって思ったやつはですね、多分未生じゃなかったんじゃないかな。7号ぐらいだったんですよね、僕は衝撃受けたやつは。そんで曲がりで、なんかね、幹もね、結構太かったんです
ですよ。ちょっとね、赤みがね、弱かったっていうね、記憶なんですけどね。気長にね、鉢を大きくしたりして、上に伸びてきたら曲げてとか、やっていけたら楽しいですよね。できるならね、それを目指したいと思うんですけど、そもそもその開墾の未生で曲がりってやっていいのかな？ちょっとわかんないんだけど、どうだろう。言ってもね、やっぱりね、ペティオラリスの見どころというか、は、やっぱりこの赤い葉脈なのかなと僕は思ってるんで、このね、葉脈赤いのはね、大事にしていきたいと思うんですよ。というのはね、やっぱね、強いね、日光の、日差しの下で、このね、赤っていうのは際立ってくるらしいんですよね。だからそこはちょっと気にしていきたいなと思ってますね。あとは寒さにはね、割とね、強いらしいんで、冬はね、もちろん家に入れますけど、水やりの頻度を減らしていってっていう、一般的なね、冬の過ごし方でいいと思うんですよね。ただ、夏ですよね。まだまだちょっとね、暑い日これからも続くと思うんですよ。今年ね、そんなにすげえ暑いっていう感じはないんだけど、でもちょっとまだね、8月半ばなんですけど、今。なので、暑い日続くと思うんで、そこだけ注意したいかなと思ってるんですよ。ただね、暑いっていうだけならいいんですけど、暑すぎる日ね。暑すぎる場合っていうのは、ちょっとね、このサイズ感のフィカスだと、さすがにね、ちょっとね、心配なんですよ。なんていうの、表現正しいかわかんないけどね、溶けちゃわないかなと思って。フィカスはね、ちょっとわかんないけど、フィロデンドロンとかでね、本当にね、暑い日ね、外に出しっぱなしにしてたらね、冗談抜きでね、溶けちゃったみたいな感じのね、こと過去にあったんですよね。だからね、暑すぎる時は、暑すぎる日々はね、ちょっとね、注意が必要かなと思ってるんですよね。このサイズの話なんですよ。僕ね、いつもね、大きいフィカスで、大体ね、話してるんで、直射日光バンバン浴びせましょうみたいな。早け OK みたいな。早かい万歳みたいな。言ってますけど、それね、やっぱりね、ちっちゃい株ではね、なかなかそうは言ってられないんですよね。やっぱりね、大きいやつはね、丈夫だからっていうのがあるんですよ。なんで、このサイズはちょっと注意が必要だっていうのは、ちょっと言っとかないとなと。寒い方はね、もうそんな心配してないです。だから、どうですか？こんな感じで。うちにいるフィカス・ペティオラリスの、紹介でした。ちょっとね、このね、赤い葉脈についてはね、別でね、考察シリーズでね、ちょっとね、また話したいと思うんで、またね、ペティオラリスちょっと登場するかもしれないですね。今日はね、フィカス紹介なんでこんな感じかな。簡単に。今日はうちにいるフィカス、ペティオラリスの紹介でした。こんな感じで。はい。ではまた。